Hey everybody, how's it going? Welcome back to the channel. Thanks for stopping in. Today we take on one of the toughest challenges that we have faced. But first, Welks and Squad7 入ります。よ、ウェルキン。ファルディオ、君も呼ばれていたのか。二人とも非番の日に出頭してもらってすまないわね。実はコーデリア姫主催の晩餐会に私とあなたたち二人が招待されたのよ。どうして僕たちが？バーゼル卿奪還以降の義勇軍の活躍をお認めになってくださったらしいわ。晩餐会は明日ランドグリーズ城で催されるの。はあ、堅苦しい場は苦手なんですけど。何言ってるんだウェルキン。姫に拝謁できるなんてめったにない機会だぞ。ガリア公ランドグリーズ家の一族には古のバルキュリア人の血が流れているという。つまりコーデリア姫もバルキュリア人かもしれないんだ。その姫に直接会えるんだぜ。まあ確かに。So here, I mean, Faldio is, he said himself, he's a archaeologist. He loves studying artifacts from history. He was fascinated with that temple, that shell-like temple in the desert in Barius. But here we actually see another extension of that. He is very fascinated with Valkyria. 晩餐会には儀礼用の軍服を着用するのを忘れないようにね。では明日ランドグリーズ城で合流しましょう。やれやれ。明日はバードウォッチングに行きたかったんだけどな。二人ともちゃんと来るかしら。お待たせしました。Look at that ウェルキン、見違えたわね。A chin that could cut a diamond, cheekbones that rival goddess herself. And we all know I'm a sucker for them thigh-high socks, but she's got stockings and high heels. Woo! Okay, professional time. I'm done something. アリシアに Damn. 私も連れてってとブーブー言われて大変でしたよ。それは大変だったわね。よーウェルキン、今日はバッチリ決まってるな。お、ハルディオ、珍しく帽子をかぶってるじゃないか。ああ、どうも軍隊の帽子ってやつはデザインが気に入らなくて敬遠してたんだが。はい、皆さんお揃いのようね。Hi. いや、エレットじゃないか。もしかして晩餐会の取材？もちろん。今夜の晩餐会には連邦の大使も招待されているんだけど。Federation, huh? どうやらその裏にはガリアと連邦が同盟を締結しようという動きがあるのよ。ガリアはどの国とも同盟を結ばない。コーデリア姫の摂政である宰相ボルグの意向が大きく影響しているのは間違いないわね。姫が若年なのをいいことに、今この国の政治はボルグをはじめとする貴族たちが牛耳ってるの。今のコーデリア姫ははっきり言ってボルグの操り人形みたいなものよ。やれやれ。せっかくの晩餐会の前に気が重い話を聞いてしまったな。
そろそろ時間よ。行きましょう。コーデリア姫、お言葉を賜りたく存じます。お集まりの危険並びに紳士淑女の皆様、私は今この上ない喜びを感じています。ガリア She doesn't look like she's at the peak of joy. ヨーロッパの高級なる平和につながるでしょう。召喚、神聖なるガリアの自由と誇りが帝国の手によって蹂躙されようとしている。だがバルキリアの加護が永遠に約束されたコーデリア姫がいる限り、我が公国は敗北することはない。そうですな、姫。はい、私はバルキュリアの血を引く者。正義はこの身と共にあります。連邦の大使としてガリア公国を訪問できたことは私の至上の喜びとするところであります。ラグナイト資源に富み、東西の中央に位置する帰国はまさにヨーロッパの要衝。我が連邦は帰国と手を取り合い、共に帝国を打ち砕くことを約束しましょう。そのヨーロッパの要衝を自分たちが抑えたいだけだろ。連邦とてヨーロッパ統一を目論む軍事大国、気に食わんな。素直には受け取れない挨拶ね。 Definitely sounds like he heard that one. 我々が手を組めば帝国など恐るるに足りません。帝国を打倒し、このヨーロッパ全土を我がガリアと連邦のものとしようではないか。真相を捧げよう。真相を捧げよう。ヨーロッパ全土。叩け。物騒なことを口走ったわね。叩け。俺たちは他国に攻め込みたくて戦っているわけじゃない。ふるさととそこで暮らす人たちを守りたいだけなのにね。堅苦しい挨拶はここまでにして祝杯をあげようではないか。 I wonder who else is seeing through this facade. Claudio and Welkin definitely seem in the loop. どうかしたのか？質の悪い茶番劇を見せられて胸焼けがしてきた。俺は先に帰るよ。パルディオ。晩餐会もやっと終わりましたね。私たちも帰りましょうか。確か出口はこっちだったわね。おはよコーデリア姫。失礼いたしました。お怪我はありませんでしょうか？大丈夫です。う。Those are the eyes of someone who is not 大丈夫。申し訳ありませんでした。無礼をお許しください。良いのです。気をつけてお帰りなさい。コーデリア姫、姫は連邦と同盟を結ぶことに賛成なのですか？ギュンター少尉、突然何を言い出すのだ。申し訳ありません。失礼なことを言っているのは十分分かってます。ただ今日の晩餐会を見ていたら姫のご意志が無視されているような気がして。私は若年の身。国政は
殺生のボルグに任せています。このガリアの地、そしてバルキュリアの血統を守ることが、宿命を守るために私の意志は必要ありません。 Jeez, man. 私はしきたりに従って生きていればいいのです。 Fuck, dude. Looking at her, it's worse than looking in a mirror sometimes. コーデリア姫。 Sometimes you just have to say you're fine, and you're not fine, but no one would understand. 俺だ。今ブツは一人だ。実行するぞ。作戦通り装甲車を待機させておけ。ブツを奪い次第、そちらに向かう。では私はここで失礼するわね。おやすみウェル。おやすみ、ハッキー。はい、お疲れ様でした。待て、待たんかバーロット。バーロット、一大事だ。ダモン将軍、どうなされたのですか？コーデリア姫が誘拐されたのだ。何ですと？どうやら連邦の大使が犯人らしい。やつめ、連邦のスパイだったのだ。So quick to point fingers, but are you sure your intentions to reclaim the princess are honorable, Shogun? 姫を保護するという名目で人質に取り、ガリアを連邦の保護国にする。秘密条約や威圧外交で勢力を広げてきた連邦らしいやり方。出動だ。バロット、急いで姫を奪回してこい。わかりました。 Meanwhile, in the Batcave. おい、クライス、あの機械なんだ？これは一次大戦期に初の飛行実験が成功し、現在世界各地で研究と製造が進んでいるんです。なあ、これが噂の飛行機ってやつか。すんげえな、乗ってみてえな。あ、リオンさんにクライスさん。なあ、イサラさん、せっかくの休日なのにどうしてここに？もしかしてこの飛行機、イサラさんが作っているんですか？ KC definitely has his eye on the ball here, more than his buddy. はい、まだ完成には時間がかかりそうですが、基礎部分の構築は終わりました。さすがイサラさん、独学でここまで作ったんですか？父が生前に集めていた資料をもとになんとかやっています。すごいな、尊敬します。完成したらどこまで飛ぶっすか？ガリア横断飛行とか？まず兄さんを乗せてあげたいんです。10 out of 10. Best sister. 子供の頃、兄さんと野鳥を観察しに行った時、兄さんが言ったんです。 This technology doesn't quite exist except a early rendition that was used to gain the upper hand in the first Edelweiss War. Its blueprints kept a secret, except Isada's father, her actual father, was best friends with Welkin's father, the hero of the First War. And because of this secret knowledge that was passed down to her and her desire to learn engineering, like her old man, she wants to recreate a plane and take her brother up in the air, all because Welkin loves nature, loves bird watching, and wants to fly. What a... 鳥みたいに自由に空を飛んでみたいな、その夢を叶えてあげたいと思って、 this game, it... 休日に少しずつ作っているんです。 I tell you, man, it kindles the old cackles of my
broken black heart. いい話っすね。 I'm with you, bro. That's adorable. イサラさん、お願いがあります。僕にも飛行機作りを手伝わせてください。え？僕もいつかイサラさんのようなエンジニアになりたい。お手伝いをすることで勉強できることがあると思ってお願いします。お願いします。そいつはいいっすね。それならぜひオイラも手伝わせてほしいっす。よろしいんですか？もちろんっす。こう見えても日々研究開発で腕を磨いてる。そうですか。よっしゃー。よし。これは緊急出撃のサイレンですね。こんな夜中に一体何があったんだ？エーデルワイスを出しましょう。何か急なことが起きたに違いありません。わかりました。すぐに準備します。Right, okay. Now for the most difficult mission in the game. 緊急事態が発生した。We gotta be 10 out of 10 in it to win it on this one, ladies and gents. We're gonna call in our captains, our leaders of the squad. Make sure we get that CP up and running. And we are gonna put Vice gets the advantage here since he has more HP than the rest, so we're gonna put Vice right there. An important note about this mission is that we cannot use explosives, as they may harm the princess. We also have 5 phases for the A rank. And there are no enemy leaders or aces. That I'm aware of. コーデリア姫、狭い車内ですが、今しばらくのご辛抱。現在少尉、連邦大使はコーデリア姫を装甲車に乗せて逃亡を図っているようだ。重機で攻撃して装甲車を消破させ、戦車や手榴弾、対戦車層での装甲車への攻撃は禁止だ。そう。はい。兄さん、戦車は攻撃に使うのではなく、この道幅なら戦車で立ちふさがれば敵も通り抜けできないはずよ。なるほど。よし、姫を必ず救出するぞ。Well, we know precisely where that enemy tank is. Sitting nice and square on Alpha 2. Alright, so we cannot pass our tank this way, or this way, or this way. But we can use our tank to block off its route, which is likely something like this. I imagine, based on how the tracks go, you could probably blast through this on the tank. Anyways, we're not gonna bother with any of that. オーダー発令。身を固めて防御に注力するんだ。
オーダー発令。総称させろ。そこから活路が開ける。 Super Soldier Vice reporting for duty. Let's go get him. 発見したぜ。敵の死角をつけ。よっしゃ。俺に全部任せな。行動開始するぜ。Okay, guys, we did it. 作戦終了。早くコーデリア姫をお救いするんだ。They really made us work for that. コーデリア姫、お怪我はありませんか？大丈夫です。 I am unharmed, but she is not Daijobu. よかった。しかしお姫様ってのも大変だね。こらロージー、お姫様に向かっていくらなんでも失礼だろうが。いえ、良いのです。その方がおっしゃる通りですから。バルキュリアとしてこのガリアと共に生きるのが私の宿命なのです。姫はただ単に逃げているだけなんじゃないですか。 Yeah, Welkin? Just gonna... Bro. 全てを宿命で済ませて自分の意志を持つことから逃げていませんか？おい、ウェルキ、お前まで何を言い出すんだ。この世界の生き物たちは皆自分たちの命を次の世代へ受け継ごうと生き物たちは様々な知恵を駆使して生きようとしています。その生きようとする意志こそ生き物だけが持つ美しさではないでしょうか。姫は宿命を背負ったバルキュリア人なのかもしれません。昔から伝わる定めやしきたりも大事かもしれません。だけど自分の人生を生きようとする意志を捨てないでください。おいウェルキ、いい加減にしねえか。あなたの言われる通り、私は知らず知らず逃げてきたのかもしれません。古から続く決闘の中で自分がどう生きるべきかを考えることから。 His words cut, but he had to penetrate that fog she was in somehow. コーデリア姫、まっすぐに自分の考えを話せるあなたをとても羨ましく思いました。私ももう一度考えてみたいと思います。ありがとうございます、ギュンター少尉。いえ。Did she fart or is she hungry? お姫様も腹が減ったらお腹が鳴るんだな。Oh, she's a tsundere. お腹が鳴るのも人間の体が持つ生き物としての知恵の一つですよ。アリシア、何か食べるものはあるかい？ Give her your bread. 任せて。今日焼いたシナモンパンを持ってきてるよ。Not even bread. Cinnamon rolls, dude. どうぞ、コーデリア姫。はい、あ
りがとうございます。 Pam? Oishi? 初めて食べましたが、とても美味しいですね。 Oishi? よかった。 Oh, it's official, lads. Hime-sama is going to take Alicia and make employ her as her cook. よし、第7小隊ランドグリーズへ帰還するぞ。連邦によるコーデリア姫拉致を未然に防いだ義勇軍第7小隊。 Damn right she did. その隊長であるウェルキン・ギュンターはコーデリア姫救出の功績を称えられ、ガリア公国勲功章を授与されることとなった。ウェルキン・ギュンター少尉、前へ。 Oh, that just released a core memory for me. I forgot. I am just a random stranger on the internet. You may know little, next to nothing about me. But I assure you I have no proclivity to lie, even to random strangers on the internet. It's not really my style. I have no need to. I don't feel the need to prove myself in any way that matter. But for you to determine if it is true or not, it is true, but for you to determine, I actually have been awarded the Medal of Honor myself when I was younger, a young lad, in the, I know it has a poor reputation now, but I was a member of the Boy Scouts, and using training that I had received from, well, you know, emergency training as well as, you know, water-based life-saving skills. I think, I can't remember the merit badge. It was an Eagle required one. I think it was called life-saving. It was just water-based, you know, how to rescue someone from drowning, tactics like if they're panicking and dragging you down, make sure you remain calm and drag them down even further, because their own inclination to save themselves will force them to release you, and you let them tire themselves out. As well as things like how to inflate your clothes for personal flotation devices. In one instance, we had to sing as loud as we could. There was a line of us in the water, all spaced out, maybe 5 feet apart from us in a line, with our backs to the docks, singing loudly, splashing, and just kind of treading water. And the counselor would get into the water, sneak up behind us, pick one of us, and drag us down. It's super dangerous because we're singing loudly. That way we couldn't tell where he was. And he may not have a full breath, so obviously there was safety precautions in line. You could tap and he would take you up. He would release you and then push you up because, you know, no way, you know, obviously they don't want kids to fucking drown. But the idea being that you would have to sort of struggle with him and then rise yourself out of that. So it was just, I mean, I'm saying this as background, but learning these skills, and I actually ended up employing them on a family trip to an undisclosed place where my cousin was straight up drowning. I looked and I saw him in the water, and he wasn't coming up, and he was trying to swim, but he wasn't rising. I saw the air bubbles going out. I dove in, I grabbed him, pulled him out, made sure he could breathe, had him rest, and got his parents,
few months later, we were at a jamboree, and they called a special, I don't know what you call it, a ceremony. I thought it was just a normal part of the ceremony, but I ended up having my own honor guard, and I was presented the Medal of Honor. One of the lower ones. There are higher ones that you can get, since I wasn't directly putting my life at risk, i.e. like running into a burning building or something. I can't remember, it was like third class or something like that, or something, bronze Medal of Honor. But anyways, yeah, that is a true story and fun fact about your dearest lorekeeper. For you to determine if you believe it or not. It doesn't really matter to me, but it is a true story. And I apologize for dropping that in the middle of this. But seeing that Medal of Honor there, it really did just unlock like a core memory. I literally could feel the damn door in some corner of my mind just open. Damn thing needs WD-40. I should also mention, now that we're going back into this game and not, you know, the fantastic aspects of my wonderful and crazy life, but we now have access to another function in the headquarters. We can come here to be awarded medals for completing certain tasks in the game. And as a matter of fact, this is actually how you earn trophies. They award you both with the trophy and a actual in-game medal that you can check in on and see what you have. はい。ギュンター少尉、おめでとうございます。ありがとうございます。あれからまだ答えが出たわけではありませんが、ずっと考えています。ガリア公国の姫として、そして一人の人間として、どのように生きていくべきか。そうですか。それと私の意志でしきたりを変えたことが一つあります。私の食事の献立にシナモンパンを入れてもらいました。I had the cooks commandeer your girl, and she's now a chef for me. アリシアが喜ぶと思います。ギュンター少尉、死後を慎まぬか。Prime Minister Borg, you forget that you're in slapping distance, sir. は、失礼しました。これにて叙勲式を終了する。姫、最後にお言葉を賜りたく存じます。Hecadonal tribalism. That's what I would say, and then I would turn and walk away. ギュンター少尉、今後も我がガリアへの忠説を期待しています。はっ。ギュンター少尉、申し訳ありません。どうかご無事で。You know, being in a giant hall that echoes that loudly really defeats the purpose of, like, whispering to yourself. Knock knock. ウェルキン、入るぞ。ああ、どうぞ。おお、これが勲章か。すごいな。今回はお前お手柄だったからな。Let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-pointed star with a umbral pattern. Counter stars, 1, 2, 3, 4, 5,
point. It's got an 8-pointed star with an 8-pointed counter star. It's an umbral pattern, and you can see the great relic, the lance of the Valkyrie, as well as... I'm not really sure what the side pieces there are. Like, if you look at the center of the white design, you can obviously see the tower of the spear, but then on its left and right you see these sort of, you know, they kind of remind me, it's got to be a Valkyrian design. It reminds me of that place in the Barious Desert that we went to. Like that same sort of like circular shell-like pattern. So, and it would fit in theme with the staff of Ranagris, of the Valkyrie. It's a lovely metal, honestly. That really looks nice. いや、たまたまだよ。ところで、新聞を見たか？姫の誘拐事件はどこにも取り上げられていない。エレットに聞いたが、どうやらボルグから今回の件を報道せぬよう圧力どうしてだい？今回の事件が明るみに出てしまえばガリアと連邦の関係が悪化してしまう。今のガリアは帝国と戦うだけで精一杯だ。連邦と事を構える力はない。そこで事件のことは黙殺し、表面上は今後とも何もなかったかのように振る舞うんだろうな。そうか。メルキー、俺は痛感したよ。ガリアがいかに弱い立場なのかということ。長い歴史の中で数多くの小国が大国に飲み込まれ消えていった。力を持たぬ国は力を持つ国に屈さざるを得ない。このガリアとてその例外ではない。それなのに軍の中でさえ一枚岩ではない。メルキー、この国はこのままで大丈夫なのだろうか。ファルディオ、10章ファウゼン解放戦。 Alright, and now we actually get into one of the more, maybe not the most, but one of the more difficult missions. They're going to introduce some new shenanigans to us, and it is just a tough one. A lot of moving parts on it, so to speak. You'll get that joke next time. But until then, we're going to learn about decorations. I already told you. Actually, since it is the first time, let me take you to the audience hall so you can see what that's all about. コーデリア姫、お元気でしたでしょうか。ギュンター少尉、またお会いできて嬉しく思います。先日は私の窮地を救っていただき。いえ、あの時はお怪我がなくて本当に何よりでした。いただいた勲章、友人が見て驚いていました。ティヒ。あなたは本当に面白い方ですね。国のために尽くした方々に対してその労を評価し、勲章や褒章という形でしかそれを表せませんが、どうか胸を張って受け取ってください。はい、ありがとうございます。この一件だけではありません。あなた方の活躍はよく耳にいたします。私は改めてその働きに応えなければなりませんね。ベルキン・ギュンター少尉、こちらへ。
貴殿の日頃の功績をたたえ、ここに勲章を授与いたします。はっ、光栄に存じます。Let's see. The Lance of Gallia. The Crimson Heart. それでは So I think we can look at those somewhere, can't we? It's probably in the glossary. Oh, it's in decorations. Here we go. Given to the Gallian who's performed exemplary service. So that's for saving her. This is given to a soldier performed exceptionally as by defeating an elite officer of the opposing army. Okay. So we managed to take down an elite. And given to a soldier wounded in the line of duty. Yeah, that checks out. Right. Well, until next time, my friends, I will bid you adieu.